この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。どちら様？よちよち歩きだよ。今回から霊夢に代わって私が解説するよ。霊夢はクビになったか。今回は、ストリートファイター5の、江戸のコンボについての解説動画になっているよ。去年の2月からストリートファイター5を再開したんだけど、スーパーシルバーから、ウルトラダイヤモンドにまで昇進したので、ちょっと動画を作ってみました。この動画は、コンボする際の注意点等をまとめているので、初心者向きの内容になっています。なので、結構当たり前のことを言うかもしれないので、ご了承ください。上手い人には当たり前な内容になってる感じか。まあ、そうだね。しばらくスマブラとは関係ない動画が続くと思いますが、重ねてご了承ください。それでは、ゆっくりしていってね。はい、定位置に戻ってっと。解説って何を説明するんだ？このパートでは、コンボパーツである各通常技と、それにつなげる必殺技について説明しようと思うよ。ほいほい。というわけで、まず攻撃の軸になる中 P と、それにつなげる下中 P、下中継、下大 P について確認するよ。基本的に近距離の指導技は、この中 P が一番だよ。発生が6フレで、必殺技キャンセルできないとはいえ、ヒットすれば様々な技につながるし、ガードでも3フレ有利と、ジャンプ攻撃からも使える技なんだ。優秀なんだな。一つ問題があるのは、中 P から中 P を繰り出すと、技をつなげにくくなることかな。だから、中 P 後は基本的に下中 P、下中継、下強 P を出していくよ。また、ジャンプ攻撃などがヒットした時に遠かった時なんかは、この技を経由せずに直接下中 P や下中継に、つなげた方が良い時もあるよ。相手との距離次第か。そういうことだね。それじゃ、各々のつなげる技について説明していこうか。よろしく頼む。OK、まずは下強 P だよ。いきなり強技からなんだな。これが一番強いからね。発生8フレで、80とダメージが高い。必殺技キャンセル可能技だね。強技だもんな。そうだね。この技からフリッカー、アッパー、スパーク、ライジングと、多くの技につなげやすいのも評価点だよ。さらに、画面端で中 P、下強 P、スパークシュートすると、7から9フレの技を追加できるのも評価点だよ。だからまあ、つなげられるなら、基本的にこの技一択でいいと思う。つなげられるなら、そこなんだよマリサ。この技は発生が遅いし、横範囲が狭いから、使いやすいのが弱点だね。中 P ハシットで10フレ有利取れるとはいえ、他の2つの技に比べてつなげにくいのは確かだし、遅くなってガードされたら5フレ振りで各範が取れる。実戦で思った以上に範囲狭くて、無様に脇を見せて終わったら悲しいよ。脇を見せていくスタイルわらわら。まとめると、攻撃力高くてルート豊富だけど、範囲が狭く使いやすい。ってとこかな。なるほどね。それじゃ、次は下中継だよ。下中継は横の範囲が結構広いのと、ヒットバックの少なさから、必殺技がつなげやすい技になっているよ。ライジングつなげる前に、下中継を出していたコンボあったでしょ。あった。ライジングは、アッパーやフリッカーとは違って、そこまで攻撃範囲が広くないから、下中 P が届く距離でも下中継を使うことが多いね。なるほどな。となると、敵点は攻撃力か。よくわかったねマリサ。そう、火力は3つの中で一番低いことと、誤ってガードされたら3フレ不利な点が挙げられるね。まあさっきの下強 P もだけど、フリッカーかスパークでキャンセルすれば振りが2フレになるから、フリフレームはそこまで影響するわけでもないけど、火力の低さは50か最弱だから、気になるよね。まあでも下段であるし、発生7フレで遅くもない。連打して出してもフリッカーに化ける心配とかはないから、一番使いやすいのはこれだと思うよ。なるほどな。それじゃ最後に下中 P だよ。
下中 P 波発生6フレで、3つの中では一番速くなっているよ。ダメージは60でガードされても2フレ有利だから、ヒットでもガードでも関係なく攻められるのが強みだね。ほう。攻撃範囲も下中継と同じくらいなんだな。だから、下中継と下強 P の間の性能って、イメージが一番近いね。無難そうだな。と言っても一つ弱点があって、ヒットバックが大きく必殺技がつなげにくいのが挙げられるね。画面端でのコンボで、スパークシュートの後にこれを使わないのもそのためだよ。ああ、必殺技のつなげやすさが良くないのか。そういうこと。さて、つなげる技をまとめると、こうなっているよ。まあ、個人的な所感であることは否めないところがあるから、ある程度参考にしてくれればいいかな。ちなみに実際にコンボに組み込む時の優先度は、ぶっちゃけ技範囲と必殺技へのつなげやすさでいいと思う。ガード、ヒットで状況変わるから実戦ではこれだけじゃないけど、全部ヒットする状況である場合なら、コンボを当てるためにも、相手との前や必殺技の技範囲を考えてもらえるといいかな。なるほどな。本来なら弱攻撃や中継、繋がるようになった下強系と強 P なんかもあるけど、今後に組み込むことが少ないから割愛しました。ごめんね。それじゃ、次は必殺技だね。通常技からキャンセルできるのは以下の4つだよ。PP 同時押しのサイコアッパー。B ボタン4連続押しのサイコフリッカー。対空にも使えるサイコライジング、サイコスプラッシュ。そして飛び道具のサイコスパーク、サイコシュート。この4つになっているよ。江戸の必殺技の強度が関係するのはサイコシュートだけで、EX 対応技はアッパー、スプラッシュ、シュートの3種だよ。強度が関係するのはスパークの後のシュートだけなのか。そう。だからボタンはシュート以外はあんまり気にしなくていいと思う。EX 技も、アッパー以外は派生で出す技だからね。わかったぜ。それじゃ、順に説明していくよ。よろしく頼む。OK、それじゃ、アッパーからだよ。サイコアッパーは通常必殺技の中で一番火力が高いよ。ダメージは120、発生は16フレと遅いけど、前進して出すからコンボの締めとして優秀だね。ダメージ重視のコンボ、EX ゲージ強いコンボの締めや、CA キャンセルする技として使われるよ。とにかく火力ってことだね。今回のアキベでトリガーキャンセルできるようになって、さらに使うことが増えると考えられるよ。ちなみに、トリガーキャンセルからは、下上タリガーに、前ステフリッカー、上スキーに、難しいけどアッパーが入ることが確認できたよ。弱い点は、発生が遅いからコパンからは EX しか繋がらないし、置き攻めが難しかったりするのが弱点だけど、コンボパーツの火力担当として使っていくイメージが一番いいと思う。なるほどな。EX 版は火力が140に増えるよ。キャンセルの時の23フレから攻撃判定が出るんだ。1から18フレで無敵があるからコンボ以外でも出番がある技だね。でもコンボとして見ると EX アッパーよりも、EX スプラッシュや EX シュートがその後追撃できることが多いから、1ゲージコンボでこれを使うのはあんまりないかな。ヒット確認でコパンを挟むときに、繋がりやすいからこれを使うくらいかな。なるほどな。それじゃ、次はサイコライジングだね。サイコライジングは発生12フレで、威力は50。ヒットした時にだけ P を押すことで、サイコスプラッシュという技に派生するよ。こちらがダメージ70。補正が入るから両方で113ってとこかな。ヒットした時だけ追加派生できるわけな。そういうこと。ライジングも発生遅めだけど、コンボの後の影響が一番いいのがこの技だね。置き攻めしやすいってこと？その通り。ダウンが取れて、置き攻めしやすいのがこの技だね。また、EX ゲージを使う判断もしやすいと思う。EX スプラッシュはダメージが10増えるだけなんだけど、その後いろいろな技で攻撃できるから、
総合的な火力が伸びやすいんだ。だから、初心者の方はコンボでゲージ使う場合、これだけでも十分強いと思うよ。それで、何が繋がるの？アッパーをはじめ、下 V スキル1、下 V スキル2、V スキル2、V トリガー1、今回新たにフリッカーといったところかな。詳しい内容は次のパートで説明していくよ。はいよ。で、弱い点は、特典としては、広くはなったけど、攻撃範囲かな。下中心からスマホに使ったり、離れたら使ったりとかもあるからね。あとは、自由に繋げられないのもあげられるかな。なるほどな。まとめると、コンボ後の状況が一番いいのがこの技だから、ヒットしていると分かった時に、攻め継続を狙うならこの技でいいと思う。ふむふむ。慣れないうちは火力のアッパーと、攻め継続しアシストゲージをかけやすいライジングを、使い分ければいいと思うよ。火力のアッパー、状況のライジングか。そんな感じだね。次は、サイコスパーク、サイコシュートだよ。サイコスパークは発生11フレの技でダメージは50。この技はヒット、ガード関係なくサイコシュートに派生できるよ。シュートの火力は一律50。強度は弾速のみ変化するよ。コンボでは弱中強のどれ使うといいんだ。空中の相手に当てる時の状況によりけりってことがあるけど、壁際では弱打有利フレームが1増えることがあるから、弱がいいとは思うけど、下中継の発生バナナフレで今日でも間に合うから、出しやすいボタンで出してもらえればいいと思う。ふむふむ。ちなみに EX シュートはダメージが逆に増えて、ダウンが取れるし攻撃もできるようになるよ。通常のスパークシュートが 50+50 で補正入って95ダメ。EX シュートが 50+100 の補正が入って90になるから140ダメ。対して EX スプラッシュが補正込みで122ダメだから、EX 倍になるとダメージの逆転が起きるよ。もちろんそれは追撃できる技が場面ごとに違うから、必ずしも EX シュートの方が強いってことはないんだけど、同じ技で追撃できるなら EX シュートの方が強いことは、覚えておいて損はないよ。ふむふむ。なるほどな。基本的にサイコスパークの進化は、ルートリガームとダメージ、あとは1ゲージコンボの火力の高さだね。なんか特殊そうだね。一応すげえ参戦できるけど、補正のせいで参戦できる技の中で一番ダメージ低くなるし、先の2つと違ってダウンが取れない。技範囲がかなり狭いからつなげにくい。とまあ、普通にコンボに使うのはあんまり強くないね。ふむふむ。でも、画面端ならシュートから4フレまでの技が入るし、中ピ下強ピからつなげれば下中継や下中ピが入る。ルートリガー2を使うのもこの技とアッパーが多いし、そして EX シュートは EX スプラッシュより火力が出やすい。と、こんな感じで他の技とは少し違う使い方するのがこの技だね。なるほどな。あとはガード崩しだったり固めといった使い方もあるんだけど、コンボとは関係ないので割愛します。ごめんね。というわけで、最後にサイコフリッカーだよ。1、2、3。フリッカーは、なんといっても繋げやすさだね。発生が6フレで速いし、前進して出すから攻撃範囲も広い。ガードされても角範がないし、次元にも繋げられる。本当に使いやすい技だね。ダメージが80と少ないのが弱点なんだけど、2段目で V トリガー2にキャンセルできて、ガードでも意味が取れたりと、気軽に使えるのが良い点だね。ふむふむ。さらに、今回の強制で覚える技が本当に増えたから、一番使われる必殺技なのは間違いないね。なるほど。空中の相手に当てると大きく運べるのも強いよ。あとは、ダメージ補正で 10% 以下の時に、自由に繋げるとアッパー下でトリガーにより火力が出るよ。なんで、フリッカーなら基本資源の一番最初からヒットするんだけど、アッパーや下部トリガーにからは途中からヒットするんだ。EA 波補正が 50% 以下にはならない不合。全段ヒットするフリッカーからの方がダメージ高いことがあるよ。まあ、本当にビビたるものだけどね。
なるほどね。さて、まとめるとこんな感じかな。項目が多いな。ごめん。簡単にまとめるとどんな感じ？そうだな。火力第一ならアッパー。コンボ後の状況重視ならライジングスラッシュ。踏み込みやすさ、使いやすさならフリッカー。特殊な連携やゲージ使うならスパークシュート。かな。あとは、CA 絡めるのであれば、アッパーかフリッカーを使う感じだね。ふむふむ。本来ならこれから長期攻撃、追撃のコンボ、サイコナスム、ゲージキルやゲートリガーのコンボなんかも説明したいんだけど、尺が長くなってしまうのでこの動画はここまでかな。そうか。というわけでこの動画は以上になります。いかがでしたでしょうか？この動画のみでは説明しきれなかったので、説明の続きとなるパート2の動画を制作しています。なるべく早く作れればと思いますので、興味のある方はチャンネル登録していただけると幸いです。また、モチベーションの向上にもなるので、高評価、コメント等いただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。